植物をめでる太極拳アスリートの頼みです。はい、ということで、こちらですね、樹齢4年になるどんぐりの木なんですけれども、この幹のところがですね、だいぶこうしっかりしてきたなと思って今観察してたところなんですけども、このね、すごい成長がね、すごい早いなと思いながら、最初はですね、本当にどんぐりを埋めただけだったので、こう芽がちょっとこう出てですね、こんな小さかったのにもうこんなになるんだなと思いながら今、見てたところだったんですよね。で、これからはですね、夏がやってまいりまして、どんぐりにとっては非常にこう成長しやすい季節になるのかなとか思いながらですね、我々にとってはですね、ちょっとこう乗り越えるのも大変な季節がやってくるんだななんて思いながら、今もね、ちょっとこう部屋の中が若干蒸し暑い状態で、なのにね、なぜかこのホットコーヒーを飲んでるっていう状態なんですけれども、適度な塩分補給と、それからこまめな水分補給ですね。これでなんとかね、今年の夏も乗り切ってまいりましょう。ということで、これはですね、太極拳とは全く関係のない話なんです。はい、ということで、太極拳の話をしていきたいと思うんですけども、今回やるのは、今日から始められる太極拳シリーズ、今回は第10回目ですね、ダンビエンの解説をしていきたいと思います。で、ダンビエンは右手を攻守に変えて左手で相手を払っていくというそういう動作になるんですけども、この攻守ですね、この左手の攻守、今回これ初めて出てくるわけなんですけども、この攻守というのはですね、相手の手をこう掴んだりとか、それからですね、こう相手ここを力点として相手をこう押していったりとかですね、あるいはこの先っぽですね、ここで攻撃をするとかね、そういった意味があるんですけれども、太極拳ではあまりこう積極的に攻撃をするということはしなくてですね、基本的には相手の手をこう掴んで払うとか、その程度ですね、で使われることが多いです。で、ダンビエンはですね、動作自体がそんなに長くなくて、非常にシンプルな動作にはなるんですけれども、楊乱中へからですね、重心の移動があって、で、攻守にして払っていくというね、これだけの動作にはなるんですけれども、この間の重心移動ですね、これが適当になってしまうと、形としてはね、あんまりこう綺麗じゃないダンビエンになってしまいますので、ここの重心移動をいかに丁寧にできるかというのが、ここのポイントになりますので、その辺の重心移動ですね、注意しながら、丁寧にやっていきたいと思います。はい、それでは今回は24式太極拳9番目の動きになるダンビエンの解説をしたいと思います。ダンビエンは楊乱中へから重心の移動、そして右手を攻守に変えて左手は鞭のように押していくという、こういう技になります。で、今回初めてですね、この攻守というこの手形が出てきますので、前回ですね、手形と歩形という動画を別な動画でアップロードしてますので、まだ見てないよって方はですね、ぜひそちらも合わせてご覧ください。で、ダンビエはですね、楊乱中への次の動作になるんですけども、まず楊乱中へを作っていただいて、で、ここからですね、まず前足から後ろ足に重心を伝えていきます。で、重心を伝えたとき、右手が腰のあたりまで下がって、で、右の足のつま先が上がってきます。で、ここからですね、左側方向、体を回していって、45度方向を向きます。で、この時は右のつま先がだいたい正面ぐらいですね、正面ぐらいに回ってきます。で、この状態から、両手上下入れ替えがあって、で、そこから左足から右足に重心を伝えながら、右足に完全に乗るタイミングで右手は攻守、左足、左手を引き寄せます。で、この時はですね、だいたい斜め30度ぐらいを見ています。はい。で、ここからですね、左足、左側方向を出していきます。で、90度方向に足を出す。はい。で、ここですね、ポイント2つあります。で、まず1つ目はですね、この手ですね、この攻守、これ意識を消さないということです。例えばこれを意識を消してしまうっていうのは、はい、こんな感じですね。こうやって意識をなくしてしまうと、これが何の意味もない攻守になってしまうんですね。このまま分け開いてこんな風になってしまうと、これは良くない、ダメな例ですね。これがですね、ちゃんとこう張った状態にないといけないので、ここはですね、この状態が作れました。そしたら、この状態をキープしたまま、張り出したままこの状態を作るということがまず一つ。で、もう一つはこの足ですね。出す足なんですけども、これ腰が回るからしっかり横幅を取って出せるんですけども、これ腰が回らないとですね、こんな感じでここが幅が取れないんですよね。これ正面から見ていただくと分かるんですけど、この状態からですね、足を出した時腰が回らないと、はい、こんな感じになってこうなると。そうするとここの足の幅が取れませんね。そうするとこうグラグラしてしまうとかですね、そもそもこのゴンブーという歩形が作れてないと、力をね伝えることができないということになってしまいますので、この状態からまずしっかりこう腰を回していく。腰を回していって足を
出す。この時にもうすでにこうかかととかかとの間にこう幅を作っておくんですね。で、そうしてこれを蹴り出すことによって、しっかりこう幅が確保されるというこんな感じですね。しっかりこうゴム棒を作るというふうに行います。なので、ここから左に腰が回るのにつれて足が出て、で、この時攻守の意識も消さないということですね。で、この状態からこの左手は鞭のように払って押していきます。で、もちろんですね、この払って押した時、この右手の攻守ですね、これがこう下がらないようにということですね。これは常にこう張り出したまま持っていきます。もちろん肩が上がるということはないんですけども、肩は下げて自然なこう張りを持たせるということですね。この状態を作ります。はい、それではまとめです。まずですね、要乱中が終わったところから、この状態からまず後ろ足に重心を伝えて、この時に右手は腰の位置、右のつま先はちょっと上がってきます。で、左方向を見て、で、だいたい45度方向を見ます。で、右つま先を中に入れる。で、はい、手を上下に入れ替え。で、入れ替えたら左足から右足に重心を伝えて、で、右足に乗るタイミングで、右手は攻守、左足、左手寄せてきます。で、だいたいこれは斜め30度方向を見てます。で、ここからですね、左側90度方向、足をかかとから着地。で、この時しっかり腰を回して着地するのと、右手の攻守が下がらないということですね。はい。で、ここから後ろ足から前足に重心を伝えて、左手は鞭のように払い出していきます。はい。これで断扁の完成となります。はい。ということで、いかがでしたでしょうか。今回は断扁の解説をしました。断扁はですね、重心移動がポイントになるということをオープニングの方でも解説したんですけれども、重心移動ですね、2回出てきます。この要乱チュエが終わった後、1回重心移動をして、で、そこから腰の回転をして、で、上下を入れ替えした後、ここから左から右足に重心を移動すると。で、それから断扁をするっていう風になるわけなんですけども、この間の動作をですね、丁寧にやることによって、その後の断扁という技がですね、非常にこう綺麗に見えるということになりますので、この断扁という動作を綺麗に、やるというのももちろん大事なんですけども、この断扁と要乱中へ、この間の動作ですね、ここを丁寧にやるというのも非常に重要で、これを綺麗にやることによってですね、太極拳全体のこうレベルが高く見えるというか、実際レベルが高くないと、やっぱそういうつなぎの部分っていうのはうまくできなかったりするんですよね。なので、ぜひですね、こういったところを適当にやらずに、丁寧にですね、やってみてください。それからですね、もう一つポイントとしてはこの攻守ですよね。この意識を消さないということです。どうしてもね、こっちを向いて、次こっちに進んでいくとなると、こっちの手、自分の視界から消えますので、そうするともうこう、適当になってしまうと。もう忘れてしまうんですよねっていうことがあると、どうしてもやっぱり太極拳っていうのは陰と陽でこう釣り合った状態っていうのを非常に重要にしてるんですよね。なので、例えば断扁決まった時ですね、こうしっかりこう釣り合っていればいいんですけども、これがこうなってると。これ釣り合ってないですよね。でこうなってしまうと、こっちの意識が抜けてるってことで、こう陰と陽が成り立ってないっていう風になってしまいますので、この辺はですね、やっぱりこう丁寧にやっていただくっていうのがいいのかなと思います。いかにこう大きく見せるかっていうこととかですね、あとはこう力点にしっかりこう届いてる、意識が届いてるかっていったところを非常に重要視していますので、ぜひですね、その辺の意識を抜かないということでやってみてください。はい。ということで、今回の動画参考になった、面白かった、もしくは僕を応援してくれる人は、チャンネル登録と高評価ボタン、それから絵文字一つでもいいのでコメントいただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。